レモンの季節がやってまいりましたですね。今日は簡単にできるレモンシロップを使って飲み物と料理を作っていきたいと思います。非常に便利なシロップです。しかも簡単にできる。そのレモンシロップを使ってレモンスカッシュ、それからレモン風味のちょっと甘めのある、チキンソテーを作っていきます。このレモンシロップがあるんで最終的には非常に複雑な味に、ちょっとしたディナーにいいですよね。洒落たカフェの味。皆さんこんにちは。レモンの季節がやってまいりましたですね。今日は簡単にできるレモンシロップを使って飲み物と料理を作っていきたいと思います。非常に便利なシロップです。しかも簡単にできる。はい、早速作っていきましょう。まずはレモンシロップですね。レモン今日は5個使います。それから三温糖、ちょっと優しい甘さになりますね。この2つだけで、簡単にレモンシロップを作ります。でそのレモンシロップを使って炭酸で割るレモンスカッシュ、それから、もう一個はチキンソテーですね。レモン風味のちょっと甘めのある、チキンソテーを作っていきます。じゃあ早速やっていきますね。まずレモンには皮にすごい香りがあります。このまま果汁だけ絞って作ることもできるんですけど、ちょっともったいないのでこうやって削っていきますね。でこの際に気をつけることは、白いところまで削っちゃうと苦みが出てくるんですよ。だから優しくちょっと一箇所とどまってやってると白いところもたくさん削っちゃうことになるので、ちょっとコロコロ動かしながらね。こんな感じかな。でこれで1個分。はい、これで5個全部すれましたね。このぐらいの量取れます。結構量多いんで、これをそのシロップに全部入れるのは不安だと思うんですけど、全然問題ないです。では次に果汁を絞っていきます。今絞ったレモンを全部1/2にカットして、でこの今皮を絞った、これたまたまねこういうやつなんで、普通はジューサーとねおろし金別でしょうけど、今日は一緒なのでもうこの上一緒にしちゃいます。ギューッと絞って最後にギュッと、これ全部やっていきます。で種はね入れないように気をつけてくださいね。また取り出さなきゃいけなくなっちゃう。もう多分ねこの作業をしてる間に部屋の中はこのレモンの匂いに満たされますからね。非常にいい匂いですね。今レモンの匂いは幸せの匂い。メンデルスゾーン。一言も言ってないです。はい、これ全部絞れましたね。そうするともうここまで来てますね。たっぷり。では絞り終わったらお鍋に移して、果皮もしっかり入ってる状態ですね。ここで3を入れます。結構しっかり入るんですけど、優しい甘みなのと、保存のこともちょっと考えて結構甘くていいと思いますね。ドリンクとして使うときに中途半端な甘さだと全く甘さなくなっちゃうんですよ。なのでここで3を入れて、で火かけます。今日1分ぐらい煮立ってから1分ぐらいで止めちゃうんですけど、超濃厚なシロップ作りたいんだったらもう少し煮た方がいいですね。ちょっと見た目にとろみがつくぐらい。ただ気をつけないとかなり重くなっちゃうんで、冷めた時にジャム状になっちゃうんですね。それだけちょっと要注意で、三温をしっかり溶かしていきます。もう色が変わりましたよね。いい匂いですね。でだんだん沸いてきます。沸いてきたら1分間だけ煮ます。ちょっとコトコトでいいですね。あんまり強火にしないで、中弱か弱火ぐらいでいいですね。この状態コト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 。1分経ったら火を止めて、もう一回混ぜて、この状態ですね。たら容器移し替えて、この状態で冷まして保存したい場合は保存容器に入れる。ではレモンシロップを冷ましている間にレモンチキンソテー作っていきます。このチキンソテーが鶏もも肉、バター、塩コショウ、サラダ油、それから付け合わせですね。クレソン今日は使います。で鶏もも肉にまず下味ですね。
皮目じゃなくて、お肉側の方にお塩、全体に散らすようにお塩していきます。ちょっと手で押さえてなじませて、胡椒、はい、そしたらフライパン火つけます。サラダ油を引きます。フライパンが温まったら皮目からチキンを焼いていきます。その際に皮目がだれないようにね、こうちゃんと伸ばした方がいいですね。で焼いていきます。では蓋をします。もうここは通常の鶏肉の火の通し方と一緒ですね。もう純粋なチキンソテー、塩コショウだけのチキンソテー作ると思ってください。このレモンシロップがあるんで最終的には非常に複雑な味になるんですけど、お好みでニンニクをここで、半切りにしたやつを一緒に焼いていって香り付けしてもいいと思いますね。あとはローズマリー、タイムなどハーブを使って同じようにレモンチキンソテー作っても美味しいです。より複雑な、味になるので、ちょっとしたディナーにいいですよね。ちょっとしたおごちそうになります、ただのチキンソテーが。鶏肉休みます。いい感じですね。カリッとしてます。で裏返して反対面も焼いていきますね。で再度蓋します。で盛り付けの準備だけねちょっとしておきますかね。クレソンこのように引いて、こんな感じかな。で鶏ドーンですね。では再度状態見ます。裏面も焼けてますね、カリッとね。で火通り不安だったらこの辺の分厚いところをグッと、爪楊枝か何かでスッと刺した時にスッと入ればもう OK ですね。最後皮目をもう一回少し焼き付けて、最後に少しカリッとさせたところで火を止めます。もうお皿盛ります。ですね。ですね。そしたらこの状態ですね。今、鶏の脂が出てる状態です。で少しだけちょっと冷まします。ちょっと濡らした大拭きとかとこう入れてねやると、これでもね一瞬熱下がりますからね。これでいいですね。これめちゃめちゃ熱いんで気をつけてくださいね。これねよく触ってこれやけどしますからね、はい、これは安全な場所へ。そしたらゴムベラとか用意するといいんじゃないですかね。ゴムベラ用意していただいて、でここにバター、今まだね火をつけてないです。でもこんだけ熱いですね。だからここにレモンシロップ大さじ1で混ぜます。で全体このようにちょっと沸騰しながら合わさったらよく混ぜて、これで OK ですね。もう火つけることなかったですね今ね。ちょっと泡が収まるのを待ってかけていきます。これ塗っていくって感じかな。塗りつけていくとこのようにちょっとね光沢が出るというかべっ甲みたいになりますね。これがうまい。これはもう出来たて食べた方がいいですね。まずチキンソテー、レモンチキンソテー完成。そしたら次にレモンスカッシュ作っていきますね。ちょっと甘めの美味しいレモンスカッシュで、これで使うレモンシロップは完全に冷やしてくださいね。グラス割れちゃうかもしれない、出来たて使うと。完全に冷やしてからレモンシロップ注いで、ここに炭酸を注いでいきます。これだけです。色もねやっぱり糖分があるんで重いんですね、レモンシロップが。こうやってちょっと分離するので、飲む時に少し混ぜていただいて飲むのもいいと思いますね。でちなみにこれレモンサワーにしたかったらここに焼酎を 30cc、 僕だったら 45cc、 いやいや 60cc 入れるかもしれない。入れて同じように炭酸で割ると、はい、セット、レモンセット、レモンシロップセットが完成です。じゃあレモンスカッシュからですね。
ちょっとこの下に沈殿しているレモンシロップを全体に攪拌して、この時に激しく混ぜると炭酸抜けるんでちょっと要注意ですね。下から持ち上げるように。いただきます。あら、超美味しいです。なんか甘ったるくない、甘さはちゃんとあるんだけど甘ったるくない爽やかなレモンスカッシュですね。ではレモンチキンソテー、断面いいですね。しっかりと火が入って、でこの断面にそこに溜まったレモンシロップとバターのソースをよく塗って、なんか洒落たカフェの味。ちょっとなんかコース仕立て、ランチセット1800円、サラダ、スープ、これでちょっとした焼き菓子、コーヒー付き、はい、レモンスカッシュ付きいい感じだと思いますね。はい、栗原さんっぽくない感じ。まあそうですねまあでもレモンがこれからね多く出回る時期ですから、そしてちょっと反則的ですけどうちでもね毎年美味しいレモン売ってますから、美味しいレモンでやるとレモンシロップも当然ですけどより美味しいんですよね。楽しみ方は本当にいろいろあると思いますね。アイスクリームにかけたって美味しいわけですから、紅茶に入れても美味しいし、あと普通にお湯で溶いても美味しいんですよ。はい、ホットレモン、ぜひレモンシロップ作ってみてください。ごちそうさまでした。